結婚できねえわって東出さんが言ってたと思うんですけど、やっぱり結婚に向いてないんだと思うんですよね。俳優の東出昌大さんが狩猟仲間の女性3人と共同生活が報じられましたが、個人的には東出さんは人間周り自給自足も一生懸命真面目にしてるしとても大好きなんですが、ネットでは子供がかわいそうとか令和のうずい天元とか、これが異次元の少子化対策と言われたりしますが、ひろきさん番組の一緒に旅をしたこともあると東出さんに対してどう思われますか？まず報じられ方で一応なんかライブドアニュースのやつを見たんですけど、共同生活の定義の問題で、僕が知る限り東出さんの家には東出さんしか住んでません。東出さんの家っていうかに住んでるわけじゃなくて、同じ村に住んでる役者仲間が3人いるという話で、狩人目指してますとかで東出さんが狩りの仕方を教えたりとか、さばくときはやっぱり人が多い方がさばきやすいのでそこを手伝ったりっていう女性が3人いるというだけで、別にハーレムではないというのが僕の認識です。はい。とはいえ知らない間に何かやってるのかもしれないですけど、でとはいえそれで何の問題があるのという話なんですよ。今の日本社会の一般常識はまず忘れてください。で、東出さんが今どういう生活をしているかっていうと、飯は自分で取って食って殺すっていう生活をしてるんですよ。一般常識で言えば肉というのは仕事をして稼いで、そのお金でスーパーで買って食べるものなんですよ。でも東出さんっていうのは動物を殺して食う。で、野菜は近所の人からもらうっていう動物としての生活をベースにし始めてる人なんですよね。で、動物って近くにメスがいたらやるよねっていう当たり前じゃないですか。犬がオスとメス一緒に発情期にいたらオスは必ずやろうとしますよ。で、東出さんは性欲強いです謹慎中でもホテルになんか呼ぶ人じゃないですか。なのでそういう動物なんだからそれはやりたがるでしょ。で、別になんかホテルにこう女の子を呼んできた芸人みたいなのじゃなくて、女の子は寄ってきてるわけだから、なので別に被害者もいないじゃないですか。エビオス城のすごいでかい1リットル瓶みたいなのが置いてあったんですけど、なのでまあそういう人なので、僕被害者がいない限り好きにすればいいよねって思うんですよね。なのでなんかそれがなんかおかしいよねって一般常識で言いたがる人はいるとは思うんですけど、でも別に困ってる人もいないし被害者もいないし、やりたいんだったら好きにやればっていうことなので、なんか他者がそれをどうこう言う問題ではないと思うんですよね。結局人間は動物なので、動物っていうのはそういうもんだよねって話なので、動物で居続けるというのも別に日本の法律上問題ないんですよ。都会の社会常識で言ったらおかしいかもしれないですけど、でも日本の法律上都会の社会常識とは違って動物として生きるというのは許すってなってるので、なので結婚してる場合にいたしたりするとそれは不倫だよねとかで民事で損害賠償とか思うんですけど、彼は離婚もしていて法律上はシングルなので、やりたいことやってて、でその相手の女の人も別にシングルであれば特に誰かに対してお伺いを立てる必要もないし謝る必要もないので、なのでまあ好きにやりたい放題やればっていうことだと思うんですけど、ただ僕が見てる限り別に手出してない気がするんですよね。これ完全に想像なんですけど、仮に手を出してるとしたらその3人の女性はめちゃくちゃ揉めるはずなんですよ。東出さんが好きですっていう3人の女性がいて手出したとしたらめちゃくちゃ揉めるわけじゃないですか。そこで誰がどうたるみたいな、振られただの惚れたのあれたの。なので多分仲の良さを見ると僕手を出してないのではないかという気がするんですよ。まあ僕の想像ですよ。別になんか3人ともに手を出して月曜日の妻、火曜日の妻、水曜日の妻みたいに中東の一夫多妻制の国の人みたいにやってる可能性もあるんですけど、なんか僕が見る限り手を出してたら距離感ではないなって思うんですよね。やっぱりその手出してる男性と女性の距離感ってあるじゃないですか。僕まあ今結婚してるんですけど、元彼氏、うちの彼女の元彼氏を当てたことがあるんですよ。この人元彼氏でしょっていうので、やっぱね距離感で分かるんですよ。隠そうとして動いてたんですよ。で周りの人でそれも知らない人もいたんですけど、話し方とか距離感とかでこの人は多分元彼氏だよねっていうのってなんとなくわかるんですよ。でもちろんわかんない人もいますけど、で行くと去年の9月ぐらいかな、東出さん家に行ってバーベキューとかやってて、でその配信も流してるんですけど、やっぱりなんかこの関係性だと手出してたらもうちょっと近いよねとかっていう、そのなんかこのタイミングで敬語を使うんだふーんとか、酒飲んでる時はタメ口だけどでもなんか突っ込む時の叩き方の距離感違うよねとかっていうのもなんかあるので、まあ間違ってるかもしれないですよ。思い込みかもしれないですけど、はい。東出さんとは毎晩宿屋で飲み会を開いてきましたが、話せる範囲で裏話はありますか？もうでも大体飲みの話で酒飲んだ後に本当にどうしようもない話をしてましたね。
一部だけ使われたんですけど、結婚できねえわって東出さんが言ってたと思うんですけど、やっぱり結婚に向いてないんだと思うんですよね。初期のザンビア2日目3日目ぐらいで悪いことを頼まれた時にやってしまうって言い方を僕はしたんですけど、人がいいので目の前の人が困っててお願いをしたら、それを手伝うのが当たり前だという価値観だと思うんですよ。で、そのいい人という価値観が、女の子がなんか、じゃあこのスポーツを手伝ってくださいって言った時に、多分ベッドの上でやるスポーツを手伝ってあげちゃう人なんですよね。目の前の人を幸せにするのが良いことであるというふうに感じてしまう人だから。で、もちろんその結果、今目の前にいない人が不幸せになるということが多分見えてないんですよね。目の前のこの状況で目の前にいる人たちが飲み会とかで幸せになって楽しくなればいいよね。料理をしますも目の前でお腹空いてる人がいるんだったら料理俺が作った方がいいよねっていうので、言っちゃ悪いですけど近視眼的なんですよね。っていう人だなっていうのが僕は思いました。それがいい悪いは別にして、人によってはいいというし、人によっては悪いという。だからヤクザなんだよね。ヤクザって身内には超優しいけど、身内じゃないってやつにはものすごいひどいことをするじゃないですか。ヤクザもヤクザなりの倫理観なんですよ。東出さんは東出さんの倫理観っていうのもあって、人間も大事だし、動物も大事だし。で、目の前にいる動物を大事にするし、目の前にいる人間も大事にするっていう。なのでその倫理観が一般的な人間とは違うっていうことなのかなと思うんですけど。かまど馬って何？世界の果てにひろきを置いてきたっていうところの最終回の後の東出さんと僕が東出さん家で再会っていうやつの生配信1時間半の中にかまど馬出てきます。配信中にかまど馬が突然歩いてきて、で、そこでこう東出さんがバシってかまど馬を捕まえて、また食うんすかっていう僕が言うっていうシーンがあるんですけど、そもそも論、かまど馬を捕まえた人間に対して、また食うんすかっていうセリフを吐くことが人間あるんだと思って説明しないと分かりづらいんですけど、東出さんってかまど馬食べたことある人なんですよ。東出さんは頭おかしいよねっていうのは僕割といろいろ何回か配信とかで言ってると思うんですけど、パッと見その頭のおかしさが伝わらないんですよ。いろいろ哲学的に考えて、一生懸命言葉を紡いでいる人で、イケメンだし、突飛なこともしないので、まともな人っていうイメージがあると思うんですけど、東出さんはかまど馬を食べた人です。リハックの配信の時かな、一回売れてるんですけど、命は大事だよね。狩りをするっていうので、命をいただいていると。東出さんが狩りをして、狩猟をして鹿を食ったりしてる人なんですけど、で殺した命はやっぱり食べるべきだよねっていう中、寝てる時にたまたまカマドウマがいて払って、で、朝起きたら、そのカマドウマが死んでたんですよ。殺してしまった生き物は、食べるのであれば、その命が無駄にはならないというルールで考えると、鹿殺したら鹿食うじゃないですか。で、その、命は無駄になってないと。だから、カマドウマも食べるべきだよね、という、東で哲学的にカマドウマ食ったっていう話があって、めちゃくちゃまずいらしいんですけど、っていうので、哲学があると、カマドウマ食うんだ、この人っていう、論理的にこうするべきだよねっていう風に考えた場合に、食うっていうのを行動でやっちゃう人なんですよね。で、普通の人って命を奪った以上それは食うべきだよねって言ってたとしても、いやいや、かまど馬食わない人とか、いやいや、それ絶対美味しくなさそうじゃんっていうので、感覚としてやらないっていうのを持ってるんですけど、東出さんは感覚よりも多分哲学を優先しちゃう人なんですよね。モラルとか常識とかで物事を判断しないで、普通の人はこれやっちゃダメでしょっていうのをやっちゃうっていう意味で、なので東出さんが大量殺人とかをどっかでしたとしても、東出さん的な哲学ではそれはありだという結論に達してしまったんだなみたいなっていう感じな人だなと僕は思ってます。面白い人ですよ。変わってますけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。